ユーザーからの入力に対して、その関数に入力するために必要な情報ってのを出力してくれると、このファンクションコール API になるのかな。はい、皆さんこんにちは。AI 部長のニャンタです。本日は OpenAI の API がアップデートされたので、そちらについて解説していこうと思います。6月13日に OpenAI の方から新しい機能を盛り込んだ API がですね、リリースされました。で、詳細はこちらの公式ページから参照できるんですけども、特にこのファンクションコーリングというのが新しくて注目されてるんですけども、これって何が便利なのっていう人も多いかと思います。その他にも料金体系が安くなったりとか、API がですね、もっと使いやすくなっているので、そこら辺について簡単に解説していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい。で、最初に今回のアップデートの内容をまとめると、この3つかなというふうに思います。1つ目がトークンの上限緩和などより便利になりましたということ。2つ目が API の利用コストが減少しますということ。そして最後に新機能のファンクションコーリングというものが登場しましたということになります。で、それぞれもう少し具体的に紹介していきます。はい、最初にトークンの上限が緩和されたというところで、GPT-3.5 のターボの 16K というものが登場しました。これまで GPT-3.5 のターボって4000ちょっとのトークンしか扱えなかったんですけども、今回のアップデートで 16K トークンということで16000トークンまで扱えるようなモデルがリリースされました。で、公式のページ見ると、こんな感じで GPT-3.5 のターボの0613というモデルですね。これはファンクションコーリングが GPT-4 と同じようにありますと。で、その他にも More Reliable Stability、via the System Message ということで、システムメッセージを介して、より操作性が向上しましたと。で、これ何を言ってるのかなっていうところなんですけども、おそらくなんですけども、これまで GPT の API を利用するときに、ロールの設定というものが必要でした。ロールっていうのはシステムかユーザーかアシスタントという感じですね。で、このシステムっていうのが、その言語モデルの口調とかを制限するような役割があったんですけども、この GPT-3.5 のターボって、このシステムというロールに与えた指示がですね、あまり出力に反映されてなかったということがありました。それがより改善されて、このシステムに与えた口調とかをより反映させやすくなったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、これちょっと違うよっていうふうに思う人はですね、ぜひコメント欄の方で教えてもらえるとありがたいです。はい。続いて、コストが安くなったということで、大きく分けて2つあります。1つ目がエンベディングスということで、文書検索とかを行うときに、その文章をベクトル化する必要があるんですけども、そのベクトル化するための API になってます。で、それが 75% オフということで、めちゃくちゃ安くなってるので、文書検索がよりしやすくなったかなというふうに思います。あとは GPT-3.5 のターボですね。で、こちらに関しては、インプットのトークンが 25% オフということで、1000トークンあたり 0.0015 ドルですね。で、アウトプットに関しては、1000トークンあたり 0.002 ドルになりましたということで、かなりこちらも安くなりましたと。あとは GPT-3.5 のターボの 16K なんですけども、こちらは安くなった GPT-3.5 のターボの2倍の価格になっています。で、2倍の価格なんですけども、まだまだ実用的なレベルの価格帯かなというふうに思います。はい。で、最後にファンクションコーリングということで、こちらはですね、Web 版のプラグイン機能みたいな感じで、サードパーティーの API などを呼び出しやすい形式で出力してくれる機能になっています。で、モデルとしては GPT-4 の0613と GPT-3.5 ターボの0613というものがありますと。やってることとしては、入力を受け取って、その入力からどの関数を呼び出すべきかっていうのを判断して、で、その関数の入力形式に沿って、JSON 形式で出力するというものになっています。イメージとしては、ラングチェーンのエージェントに近い感じかなというふうに思います。ただ、こちらに関しては、ファンクションコーリングと言ってるんですけども、そのまま関数を実行するというものじゃなくて、その関数を実行するために必要な出力形式に変換してくれるみたいな、そんなイメージになります。で、これちょっと分かりにくいかなというふうに思うので、実際に実装の方を見てみて、イメージをつかんでもらえればと思います。はい、それでは、ファンクションコール API の使い方について簡単に紹介していきたいと思います。最初にまず、OpenAI の API キーを設定します。はい、で、その後に呼び出したい関数を定義しますということなんですけども、これは GPT と連携させたい外部の関数を定義していることになります。今はですね、この getCurrentWeather という関数、引数としては、ロケーションとユニットと2つのパラメータを受け取って、天気の情報を返すような、そういった関数を定義しています。で、この関数を説明するような記述をする必要があります。今一つの関数を連携させたいので、一つの説明にしてるんですけども、例えば2つ3つとかあれば、その2つ3つですね、記述する必要があります。
で、今 getCurrentWeather を使いたいですと。それはどういうものかっていうと、現在の天気を取得するために使うものですと。で、パラメータとしては、ロケーションとユニットを受け取りますと。ロケーションとユニットですね。受け取りますよってことを指示しています。はい、これで、ファンクションコールを使う準備ができたので、モデルを実行してみたいと思います。はい、続いて、このモデルを実行していくんですけども、実行方法としては、モデルの引数に GPT3.5 のターボの0613ですね。これを指定しますと。で、あとはメッセージとして、ロールとしてユーザーを与えて、コンテントとしては、What is the weather like in Boston ということで、ボストンの天気は何でしょうかという質問を今、言語モデルに行いますと。で、今回、ファンクションコールを使うので、functions に byfunctions ということで、先ほど記述したこちらの関数の説明を与えてあげます。あと、ファンクションコールイコール auto という風にすると、ファンクションコールが使えます。で、これを実行してみます。そうすると何が起きるかっていうと、現在のボストンの天気は何ですかっていう質問に対して、回答を生成するのに、必要に応じて与えた関数を使う必要があるかっていうのを判断してくれます。で、もし必要があるという風に判断すれば、その関数を使うために必要な入力の形式、今だったらこのロケーションとユニットっていう入力が必要ですというものなので、このロケーションとユニットっていうものを、この質問文から抽出して、それを出力してくれます。で、このファンクションネームを見ると、こんな感じで getCurrentWeather ということで、この質問に答えるには、今 getCurrentWeather という関数が必要そうだと判断しています。で、アーギュメントとして出力されたのが、今ロケーションはボストンで、ユニットとしてはセルシウスということで、この getCurrentWeather を使うのに必要な入力の変数、ロケーションとユニットっていうのは、このボストンとセルシウスですよっていうのを予測して、それを出力してくれています。で、これ何が嬉しいのかってことなんですけども、今これ文字列で出力されてるんですけども、エバリエーションの関数で出力してあげると、こんな感じで、テクト型でですね、出力することができます。で、これを使うと、例えば先ほどの getCurrentWeather に引数として、ロケーションとユニットを与えてあげると、外部の関数を使って、回答を生成できるということで、ロケーションとしてはボストン MA ですと。で、テンプレチャー72、ユニットセルシウスと。で、フォーキャスト、サニー&ウィンディということで、これですね、この関数を呼び出すことができていますと。つまり、この入力の質問文から、この関数を使うのに必要な出力ですね。今だったらロケーションボストン、ユニット、セルシウスっていうのを自動で JSON 形式で出力してくれてるということになります。そうすると、外部の関数が簡単に使えるので、外部の関数を使った結果っていうのが、得られると。この今、ファンクションレスポンスですね。じゃあこれをまた次の言語モデルに入力してみますということで、ネームとしてはファンクションネーム、コンテントとしては、さっき返ってきたファンクションレスポンスですね。これを入力してあげて実行すると、The current weather in Boston MA is sunny with temperature of 72 degrees. It is also windy ということで、天候の情報が得られましたと。ということで、最初の質問に対して外部の API を使いながら回答を生成することができるという感じになります。はい。で、かなり難しかったかなというふうに思うんですけども、やってることとしては、ユーザーからの入力に対して与えた関数を使う必要があるかっていうのをまず判断して、もしその関数を使う必要であるというふうに判断したんだったら、その関数に入力するために必要な情報っていうのを JSON 形式で出力してくれると。そういったことをやってくれるのが、このファンクションコール API になるのかなというふうに思います。なかなか自分で触ってみないと、すごい良さっていうのがわからないかなというふうに思うので、こちらは Google コラボのリンクを概要欄に貼ってるので、必要に応じてですね、使ってみてもらえればと思います。はい、以上で本日の動画を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、この GTPT、これは0.00、これは0.00